はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。QGY の TWS、こないだの T13ANC に続き、もう1モデル送ってもらってた HT07 アークバッツのレビューだよ。すっかり遅くなっちゃってごめんね。スティックタイプの T13ANC とはコンセプトが違うけど、両方使ってみて、愛は HT07 アークバッツの方が感触は良かったです。価格はクーポン利用などで4000円くらいですね。QCY アプリでコントロールできる機能からすると安いよね。MAX45dB の ANC や外音取り込みのモード切り替え、風切り音軽減とか、それぞれレベル調整できるし、ゲームモードで低遅延、タッチコントロールも結構自分好みにカスタマイズできる。実際どこまで使うかわからないけど、調整機能が豊富なのは持っていて安心。コーデックは SBC と AAC。HT07 アークバッツが HT05 の後継モデルとすると、外観がうどんタイプじゃなくなったよね。ジャックさん、またうどんタイプって言ってますね。スティックタイプって言いましょうよ。ああ、そうだっけ。前に言われた気もするけど、入院したんでリセットされたわ。スペックは上の写真でさらっとご確認を。バッテリーは ANC4 で7時間ぐらい持つのか。まあ大体、実際はこれの8割ぐらいと思ってた方が良さそうだから、6時間弱ぐらいかな。もっと持つモデルもあるけど、ANC4 で6時間ぐらい持てばいいんじゃないかな。充電ケースは丸くて結構ちっちゃいし、厚みもないんで、いつでもポッケに入れときたい感じですね。イヤピも結構いろいろ対応していて、上に記載のイヤピは装着したまま充電ケースに無理なく収まりましたよ。ステム系が深淵なので、市販のイヤピとの相性もバッチリね。サイズ、重さは上の通りね。本体は小ぶりな割に装着すると密閉性は良くて、ミミは好印象ね。愛はどう？ああ、これはいいわね。ピタッと収まる感じね。あと、カスタム EQ が自分が想定している通りの挙動になってる。アークバッツでは、例えばプリセット、ロックを選択してからちょっと修正して保存ができたわ。この挙動が正解だと思うんで、これならプリセットを基本に好きなセッティングに近づけやすいわ。今回、もう一度 T13ANC を使ってみたけど、やっぱりカスタム EQ の挙動がおかしいのよね。原因はわかんないんだけど、使いにくいなぁ。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプで、振動板はバイオフィルム素材を使用しているんですね。HT05 は LCP グラフェンだったので、後継は同じでも素材は変更されています。サウンドチェックは HT05 と比較するのが順当なところだけど T13ANC の音収録がまだだったので T13ANC と一緒に聞いてみるよ。イヤピはバンドル品を使用。音調整は HT07 と T13ANC の中間を基準に調整。はい、ではサウンドチェックです。音量上がります。
い、では音質面いきましょう。まずはアークバッツの ANC オンオフ時の波形の違いです。オンの時、レベルが 0.7 デシベルほど上がるんですが、左のグラフでは合わせています。聴覚上は右の未調整グラフの方がリアルに近いでしょう。中高域から高域に対し、低域から中域あたりがちょっと盛られて聞こえますかね。ANC オフの方がバランスはいい感じよね。特に 1.5 キロから5キロあたりまでの振幅の感じがね。やっぱマックス45デシベルだっけ？ ANC の効果が大きめだからこのぐらいの音質変化は仕方ないのかな。そうかもね。次は他モデルとの比較ね。左がサウンドチェックで登場した T13ANC ね。なるほど、こんな感じだったのね。T13ANC はドンシャリなのね。それに比べるとアークバッツは低域大盛り以外は結構いい感じに見えるわ。低域大盛りね。特盛りと言ってもいいかもね。ジャックさんのアプリでの EQ 補正はどんな感じ？こんな感じだよ。スライダーセッティングの結果が左のライトグリーンのカーブね。このぐらい低域を落とすと結構タイトになってきて、ベースラインやドラムのキックがボワボワしなくなってくる。あとは ANC4 で少し痩せちゃった中高域を戻してあげる感じかな。ちょっと派手めな音になるけど締まった感じになったなーって思う。アプリ EQ でも結構綺麗なカーブが描けたね。補正した音質は結構まとまりのある質感だけど、解像感とか広がりに過度な期待はしない方がいいし、低位感も最低限はあって普通に聴けるけど、まあそこは価格なりの質感だと思う。T13ANC と聴き比べるとアークバッツは締まった音に聞こえるから、個人的には迷うことなくアークバッツを選ぶね。音楽をかけていれば電車の走行音はほぼ気にならないレベルだったので、 ANC のポイントも高い。特有のちょっと詰まった感じはしたけどね。今度は右の HT05 を見てみようよ。ジャックさん HT05 好きでしょ？そうだね、 QCY の中では一番好みかも。特盛りじゃない低域と中高域の振幅の感じがいいよね。形がうどんじゃなければ最高だったのに。だからうどんじゃないって言ってるでしょ。スティックタイプでしょ。ミミーちゃんはどっちがいい？うどんがいい。うどんおいしい。うどん食べたい。出た、食いしん坊な妖精。3つを重ねるとこう T13ANC のドンシャリ感が結構はっきりわかるよね。そうね。でも低域は HT05 と T13ANC って同じ感じなのね。そうだね、やっぱりアークバッツの低域は特盛りか。まあ EQ アプリとセットで考えれば全然問題ないけど。愛はこれ買います。ホワイトにしようっと。コスパいいし、セカンド TWS にするんでしょ。そうよ。でもしばらくメインで使ってみようと思ってるわ。ミミーちゃんは買わないの？買うよ。うどん。ああ、やっぱそっちか。実売価格5000円以下のモデルが豊富な QCY はエントリーユーザー向けであることはもちろん、リーズナブルな価格で気軽に使える安心感から、セカンド TWS として手元に置いておきたくなるんじゃないかと思います。 ANC がついていないのが惜しいなと思っていた時期もありましたが、アークバッツは MAX45dB の ANC 搭載ですし、愛ちゃんだけでなく私も通勤時にしばらく使ってみようと思います。そんなわけで結構おすすめなモデルですね。というわけで QCY-HT07 アークバッツのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。